はいどうも皆さんこんにちは、ひでチャンネルです。今回はどんな角度の顔も自由に描ける世界標準の顔の描き方に上手い人は〇〇から描くというテーマでお話ししていきたいと思います。前回は顔がうまく描けない人は最初に〇〇をしていないというテーマで顔の描き方に入る前に知っておいてほしいことをお話しさせていただきました。顔の描き方を知っていてもうまく描けない人が陥る根本的な問題と具体的な解決策、練習方法をお話ししていますので、こちらの動画まだ見ていない方はタイトル下の説明欄のリンクからどうぞ。顔の描き方シリーズ2回目の今回からいよいよ具体的な顔の描き方についてお話ししていきたいと思います。顔が描けない人の特徴として画力の問題以外に共通したある間違いをしていることが多いんですが、これ皆さんなんだかわかりますか？つい気づかずにやりがちなこの間違いを直さない限り、いろいろな角度から自由自在に顔を描くというのは難しいかもしれません。今回の動画ではこのついやりがちな間違いをしてしまう根本原因を明確にして、どうすればいろいろな角度から自由自在に顔を描くことができるようになるか、具体的な描き方のファーストステップをお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくことで顔を描くときについやりがちな間違いをなくして、具体的に何から描けばいろいろな顔の角度が自由に描けるようになるのかわかると思います。動画の後半ではうまく描けるようになるためにどんな練習をすればよいのかも実践しながらお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。顔の描き方に関しては何本かの動画に分けて解説をしています。顔の描き方シリーズの動画を通してご覧いただければ、今まで難しいと感じていた角度の顔も簡単に描けるようになると思いますので、顔の描き方で悩んでいる人、早くうまく描けるようになりたい人、絵を描きたいけど何から手をつけていいのかわからない人は、この動画以外の顔の描き方シリーズの動画も合わせてご覧ください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人、また趣味で描いているけどもっと絵が上手くなりたいと思っている人に向けて有益な情報を発信していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。まず顔を描くときに皆さんがついやってしまう間違いに関してですが、結論から言うと顔を描くときの順番を決めずに描いている、もしくは間違った順番で描き進めているということになります。毎回どの部分から描くか気分で描き進めるのは、例えば家を建てるときに適当に工事をしていくようなものだと思います。普通はまず基礎工事があって、それから柱や骨組み、屋根や壁、内装外装という感じで進めていくと思うのですが、それを今回は壁から作ろうとか、先に玄関だけ完璧に仕上げようなんて進め方をしていたら、まともな家が建つとは思えませんよね。でも絵を描くことに関しては、いきなりほっぺのラインから描いたり、目のディティールを完璧に仕上げてから次の部分に進むみたいな感じで描き進める人って意外と多いのではないでしょうか。描き慣れたプロならそういう工程でも描けると思うのですが、初心者の方や顔がうまく描けないで悩んでいる人は絶対やってはいけない描き方です。ということで今回の動画では、どんな角度からでも顔が描けるようになるにはまず何から描けばいいのか、最初に行う基礎工事の部分について解説していきたいと思います。それでは具体的な描き方に入っていきましょう。まずは頭の部分を球体で描きます。前回の動画で写真を使って行った確認作業を思い出しながら立体を意識してみてください。次にこの球体に軸を入れます。この軸が頭の傾きを表す線となります。その軸を基準に球体を4等分します。わかりづらいかもしれませんが、真上から見たらこんな感じだと思ってください。この球体の上下半分のところに線を足します。球体を地球に例えるとちょうど赤道の部分になります。そしてこの球体の両サイドを切り落としていきます。ここが初心者の方には難しい部分だと思いますが、立体を意識してやってみてください。切り落とす幅は描きたいキャラクターによって変わりますが、だいたい6分の1くらいでいいかと思います。切り落とした球体を真上から見るとこんな感じになると思います。これで頭の基礎工事は完成です。確認のためもう一度描いてみましょう。まず球体を描きます。この球体に軸を入れます。この軸を中心に真上から見たとき4等分になるよう球体に沿って縦線を描いていきます。球体の上下半分の位置に赤道の線を引いていきます。球体の両サイドを切り落として完成です。この時、縦に引いた線と赤道の線が交わる部分が眉間の位置となります。この描き方ではこの眉間の位置が非常に重要な目印となりますので、必ず覚えておいてください。ここでよくある2つの間違いを紹介しておきたいと思います。よくある間違いの1つ目は、当たりの十字線の横線に合わせて目を描いてしまうという間違いです。目の位置というのは成人男性の場合、頭全体の長さの真ん中に来るのが一般的と言われています。この描き方の場合、球体の下に顎を足す感じになりますので、十字の横線は全体の真ん中より少し上になってしまいます。したがって十字の位置に目を描いてしまうと、目の位置が顔の中心より上に来てしまい、顔のバランスがおかしくなってしまうんですね。この描き方の場合は十字の中心が眉間の位置と覚えておいてください。顔の描き方で、例えばこんな感じで卵型の当たりを描くやり方もあると思いますが、この場合は卵型の当たりが頭全体を表しますので、十字の線は頭の中心の位置となり、十字の横線が目の位置になります。この2つの当たりの描き方は似ていますが、補助線の位置や描き進め方が全然違ってきますので、ごっちゃにならないように注意してください。
よくある間違いの2つ目は、当たりの球体の側面を切り落とさずに顎を足してしまうという間違いです。これもあるあるだと思うのですが、絵を描いていてなんとなく顔が膨らんで見えるなんて思ったことありませんか？それって実は側頭部をカットしないで顔を描いちゃうことが原因で起こる失敗なんです。人間の頭は実は球体ではなく、側面が平らにカットされた膨らんだ円柱のような形をしているんですよね。キャラクターによっては顔が丸っこいから横をカットする必要がないんじゃないかと思うかもしれませんが、まず基本的な骨格の描き方を覚えることが大事ですので、必ず側面はカットして描き進めるようにしましょう。この手順に慣れてきたら、手順を省略した描き方をやってみましょう。まず頭の球体を描いて、その球体に軸を入れます。次にその軸を入れた球体に眉間の位置が来る十字線を描きます。この時十字の向きが顔の向いている方向となることを意識して描いてください。次にこの十字を起点に球体をぐるっと一周する線を描いていきます。縦の線は顔の中央線、横の線は眉毛の高さとなります。先ほどと同じく球体の側面が平らになるようカットしていきます。カットした切れ端はもう使いませんので捨ててしまっても大丈夫です。先ほども言いましたが、この描き方では十字の位置が眉間の位置となり、目の位置は十字の線より少し下になりますので注意してください。それではこの手順でいろいろな角度から頭の球体を描いてみましょう。描く時の注意点として、頭の部分を立体で描いているという意識を忘れないでください。もしうまく描けない角度があれば、前のステップに戻っていろいろな角度の写真を探して、その上から頭の球体を描いてみてください。十字の中心が眉間の位置であることと、目が入る位置も合わせて確認しながら描き進めてみてください。もう一つ別の角度から描いてみましょう。まずは頭の球体を描きます。次に顔の向きを示す十字線を描きます。この十字線をもとに縦線と横線を足していきます。球体の側面となる部分を切り落とします。切り落とされた半円も立体ですので、平面的にならないよう気をつけてください。確認のため十字の部分に眉間の台形を描いて目の入る位置に当たりを入れておきましょう。それではもう一つ。まず頭の球体を描きます。次に顔の向きを示す十字線を描きます。この十字線をもとに縦線と横線を足していきます。球体の側面となる部分を切り落とします。切り落とした断面に縦線と横線を入れておくと立体が把握しやすくなると思います。確認のため十字の部分に眉間の台形を描いて目の入る位置に当たりを入れておきましょう。まず頭の球体を描きます。次に顔の向きを示す十字線を描きます。この十字線をもとに縦線と横線を足していきます。球体の側面となる部分を切り落とします。横から見ると切り落としたお椀型の立体が分かりにくいかもしれませんが、平面的にならないよう意識して描いてみてください。十字の部分に眉間の台形を描いて目の入る位置に当たりを入れておきましょう。この角度だと奥の目はほとんど見えないかもしれません。これがどんな角度からでも顔が描けるようになるための基礎となります。最初はちょっと難しいかもしれませんが、立体の意識を忘れずに、まずはこの球体がどんな角度からでも自由に描けるように練習してみてください。今日の動画はここまでとなります。いかがだったでしょうか？ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと絵が上達したい人やお絵描き仲間が欲しい人は説明欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。